皆さんこんにちは。小松です。アスカのパーツが揃ったので、いよいよ組み立てを行います。骨組みパーツにまずは肌パーツを取り付けます。ただ用アンドロイド集。この中を歯車とか配線だらけにしたらそれはそれでかっこよさそう。剥がしたクリアパーツを戻します。熱収縮シートとかで自作できないかな、と検討してみたんですが、熱かけると肌パーツの樹脂が耐えられないんですよね。シリコン型起こして、とかやると収集つかんのでやめました。クリアパーツ取り付けの際は接着剤をベタ塗りしてしまうと汚く見えるので端の部分だけに塗って、目立たないように固定しています。上半身のフレキのような配線パーツでも挟み込んで、クリアパーツを固定しときます。無理やり肌パーツからクリアパーツを引き剥がしたので結構歪んでしまっているんですよね。ヒートガンを使うと盛大に縮んでしまいそうなので少々強引に接着して固定しています。前回金属パーツに一部置換したパーツたちもここで取り付け、固定します。ちょっと親指が汚くてすまない。サフの中蓋を外すときに親指の爪でやるもんでいつも塗料が爪の奥に入り込んでしまう。これをうまく取る方法が知りたい今日この頃。胴体部分の組み立て完了。エッチじゃん。透明度が上がって小松は大変満足です。マグラブオルタの初期服って感じ。腕部分の金属パーツも胴体同様にスーパー X 接着剤で固定します。爪がさらに汚れているのはもう気にせんといてくれ。ここにマイナスモールドを入れ込んで取り付け完了。肌パーツを取り付けます。さらにクリアパーツ。パーツが細長いのでその分歪みが大きくちょっと苦戦。でパーツを取り付けて腕組み立て完了。小松の系。各パーツの組み立てがあらかたできたので、パイピングを行います。原作では配管らしきものがプラグスーツの中を通っていますが、ちょっとメカっぽくしたかったので外に出す改造を施してきました。3D プリンタで出力した分岐パーツを取り付けます。あらかじめブラックグレーで塗装しておきました。ソケットピンはそのまま、素材の味をそのままいただきます。配線は、前回少しテストした時に紹介しましたが、シリコンパイプを使います。ただ、そのままでは真っ白で浮いてしまうように感じたので赤色で染めることにしました。コールダイホットという染料です。これでシリコンも染められるとのこと。スマホケースなどを染めている方も多いらしい。説明書通り、この染料と塩少々、お湯で染色液を作りました。ひっくり返したら第3次、ひっくり返したら第3次。いや、何もなかったんですけどね。ここでこぼしたりしないあたり、小松は芸人には向いていないようだ。ここにマロニーちゃん、ではなくシリコンパイプを沈めて20分程度放置します。20分経過。シリコンチューブを取り出します。なんかちょっとグロいな。ちゃんと染まってくれたようですが、なんかやばいことしている気分です。シリコンパイプは割と柔らかい素材ですが、さすがに曲げた状態をキープすることはできません。任意の位置に曲げることができるよう、パイプの中にハンダ線を仕込みます。出来上がったパイプを足に取り付けます。ここも瞬間接着剤は白化が怖いのでスーパー X を使用します。ハンダ線を入れているのである程度形状保持はしてくれますが、途中接着剤の点付けをして固定しておきます。染めたシリコンパイプ、ちょっと薄めでしたがプラグスーツの赤と差別化できたので結果良かったです。
ハンダ線も赤く塗ろうか迷いましたがこれはこれで、中に入れる芯を工夫することで色々とパイプ表現ができそうなので、工夫次第で楽しめそうです。腕の部分は結構急な角度でパイプが曲がるのでハンダ線にきっちり仕事してもらいます。さてパイピングも完了、組み立てたものがこちらです。ということで本体の製作はこれで完了。小松の系。切りはいいんですが、尺が余っちゃったのでジオラマ製作を進めます。ベース部分のパーツから作っていきます。今回だいぶ悩んだんですが台座となる部分も自作しようかなと思います。マスは意味ありげなネルフマーク付きパーツを 3D プリンタで出力。こいつを原型にシリコン型を起こします。シリコンを流します。ちょっと思ったよりシリコン消費しそうだな。全然足りないぞ。結局1キロ全部使ってしまったよ。シリコンが固まったら取り出し、何も考えずに形状作ったので外れにくい。ここに赤色をつけた透明樹脂を流し込みます。使っている樹脂はフローレスレジン。これにラッカー塗料で色をつけています。1日放置して、硬化したものを取り出します。結構接着力が高いのでなかなか外れない。でもこれで2つは複製したいからなんとか頑張ってくれ。小松の系。トラスパーツを作りました。これもデータを作って 3D プリンタで出力。トラスはサポート材取るのがめんどくさいんじゃ。鋭い方は樹脂の色が違うって気がついたかもしれません。ちょっと材料変えました。ここは次回の動画で詳細を説明しますね。これにサフを吹いて、ダークグレーで塗装します。コメントで手袋しないの？って聞かれることが結構あるんですが、はい、手袋しましょうね。小松はすぐ忘れて素手でやっちゃいます。小松の系。2つのパーツが出来上がったらデータと同じ位置に配置すべく出力した2次元図に合わせて配置します。今回の台座はちょっと形状が特殊なのでタッパーに樹脂を流し込んで形状に合わせて削り出します。こんな形状の枠を作る方が大変ですからね。まずはネルフマーク入りの制予防的な何かを配置、赤く色をつけた透明レジンを流し込みます。さらにその上からトラス形状や配線などを配置してなんとなく意味深な構造物を醸し出します。まあまあごちゃごちゃ噛んでましたかね。構造物を配置したら、上からさらに透明樹脂を流し込んで封入します。ちょっと黄色を追加して LCL っぽさを出してみました。
フローレスレジンは硬化時間がかなり長い樹脂ですが、一方で硬化熱が少なく一気に大量に流し込んでも硬化熱で焼けてしまうということがありません。今回は厚み 50mm 程度まで透明樹脂を入れましたが、一気に流し込んでます。以前使っていたデブコンに比べて安いし一気に流し込めるし透明樹脂ジオラマがはかどりますな。ただ、安いと言ってもそこそこお金がかかるので、小松の財布は痩せる一方だがな。流し込み完了です。完全硬化させるため数日放置しときます。